どうも、モブです。今回は、すべての SSR 武器、性能評価について、パート1の動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。最初に、動画の理解度を上げるために、今回の評価について説明するよ。評価は、動画の特定の部分で、左上に記載するよ。また、詳細等は、こんな感じだよ。これは、動画投稿時の、全体的な視点から見た、評価になるため、数ヶ月後には変動している可能性があるよ。まずは黄金王の狐だよ。この武器は運営が認めた使える部類のイベント武器だよ。性能としては武器を全て光属性で揃えることを前提にして作られており、弱点が光属性のステージでは最強武器のバイカと同等、またそれ以上の能力を発揮してくれるよ。この武器は火力補助役として一度的にスキルを命中させることが必要なものの、光属性ダメージ、攻撃力、クリティカル関連能力の絶大なサポートがあるよ。また黄金の光の傷の効果は水篠の攻撃にのみ判定が入る点や、狐の尾の効果が完全に消費性ではなく回復しつつ無限に重複可能な点も素晴らしいね。しかし確実にデメリットも存在するよ。一つ目のデメリットは光武器2本で揃えていくため、光弱点以外のステージでは使いにくいことだね。最強武器であるバイカは属性関係なく使用できる点が大きな魅力であり、総合的に評価をすると勝てそうにないね。また2つ目のデメリットとしてイベント武器、つまり無料で獲得可能だったものの最大でも8凸前後しか凸を重ねることができなかったことだよ。2凸分の次元進化の効果を獲得できないことが今後響いてきそうだね。さらに3つ目のデメリットとして、理想の相方の武器が天魔根のみということだよ。これは黄金の光の傷の効果が初段の攻撃にしか判定が入らないことだね。他の光属性の武器は連続してスキルを使用する特徴が多いけど、天魔根は一発が大きく、その後の追加ダメージが無属性判定であるため 100% の恩恵を得ることができるよ。このようにデメリットは目立つものの、イベント武器としては破格の性能なので大事に確保しておこう。次はその他のイベント武器3本を手短に評価していくよ。まずはスプーキーパンプキン。この武器は悪魔王の探検の火力補助武器として実装されたね。しかし火力補助武器の立場ながらやることが多く、現在では全く使われない武器だよ。武器庫の空き用や鑑賞用として扱うのが理想かな。次はジューシーな串焼きだよ。この武器は夏のイベントで入手可能なものだよ。性能としてはバフ要素は豊富なものの、ステージ上に落ちている食べ物を拾わないといけない点がネックだね。またチームファイトモード向きの武器としては圧倒的に月影に劣っているので、このイベント武器も武器庫の空き用や鑑賞用として扱おう。次はカチカチカジキボードだよ。この武器も夏のイベントで獲得可能だったよ。性能としては雑魚処理に優れた武器であり、雑魚敵の多いストーリーなどで使用可能だよ。またスキルモーションが非常にユニークな点から SNS イベントなどで勝ちが出てきそうかな。それでもこの武器は一般的に武器庫の空き用や鑑賞用として扱うよ。次は天魔根だよ。この武器は光属性の武器の中でも桁外れな火力を叩き出せるよ。また魅力としてイベント武器の黄金王の狐と相性が良く、インスタンスダンジョンで多く使われ、破滅の力や土器の戦場でも使われることがあるよ。この武器は総合的な評価として光属性の武器の中では優秀なため5凸はおすすめだけど、焦って凸を重ねるレベルではないよ。まずは天魔根より評価の高い武器を揃えてからゆっくり集めよう。次は悪魔王の探検だよ。
この武器は麻痺効果も併せ持つ火力に特化した部類だよ。また光の攻防バラン、強者の証明やインスタンスダンジョン、破滅の力、土器の戦場などで多く使われ、風属性弱点ステージでの採用率は極めて高いよ。総合的な評価としては爆発的なダメージを叩き出せる上に幅広いステージで使えるけど、始めたてのプレイヤーにとっては最大限の力を発揮できないのが残念だね。その理由として2つで1つ効果は水しの旬のステータス振り分けの筋力値に比例して火力が変わる仕様であり、初心者では最大火力に必要な能力値ポイントを持ち合わせていないためだよ。そのためバイカ、月影、テティスなどの次に5凸または貫突をおすすめするよ。レベルが高いプレイヤーは優先して凸を重ねよう。次はエッジオブジークだよ。この武器は実装当初はかなり注目されたものの、バイルスラッシュに流れを持っていかれ、いつの間にか存在が消え去ったね。この武器の一番有効的な使い方は、ゲートをオートモードで攻略しているプレイヤーは悪魔王の長剣とエッジオブジークの組み合わせで、全ての水しの旬またはチームファイトモードのステージでは失敗することがなく回ることができるよ。一番の懸念点であるバルカのレッドゲートのクリアも可能だよ。しかしここでしか使う場面がないため凸の優先度は低めかな。次は新悪魔王のナイトの槍だよ。この武器はギルドコインで購入可能だよ。またギルドコインで無料で獲得できる武器にしては性能が高く、クールタイム解放でスキルを連発可能な上に威力も高いのが特徴的だね。現時点では光属性の武器は種類が多く、土器の戦場ではクールタイムの長さ、火力が高くなるまでにかかる時間、魔力の消費が大きい点から使用率は低いよ。しかしこれらのコンテンツで代用可能な武器であり、始めたてや無課金のプレイヤーにとっては無料で着実に凸を重ねることができたり、武器庫の枠を埋めたりすることができるためおすすめだよ。できれば活動が積極的なギルドに参加しよう。次はスカジだよ。スカジは光の攻防ボルカン時代に追加された過去の遺物だよ。一時期破滅の力で活躍したことはあったけど、現在では使用先がほぼないね。この前クロッシャーアーティファクトの情報修正で防御力貫通の効果が大きくなったように、スカジのスクフク効果も大幅に見直す必要があるね。そのため現時点での使用先はほぼなく、凸の優先度は低めだよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。